皆さんこんにちは。今回も音の違いに関して繰り返しいただくご質問ご意見にお答えします。ぜひ最後までご覧になってください。サンキュッパの中古 CD プレイヤーを買ってみました。音の輪郭が曖昧で曲の構成も料理が煮崩れたような感じでした。というご報告です。CD プレイヤーはどれを選んでも同じ音です。ところが実際には違って聞こえることがあります。これについて測定ではわからない、耳でしか感じることができない音があるという説明がありますが、本当です。値段と見た目から来る音のイメージはその代表です。これは耳で聞こえたものが値段や見た目の印象で上書きされることで生まれます。このイメージは基本的に値段が高くて見た目が良いものほどいい音に感じます。サンキュッパは安物だから音が悪いと思って聞けば、音の輪郭が曖昧で煮崩れたような音に聞こえても不思議ではありません。さらにこのような音のイメージは音量でも変わります。CD プレイヤーの音量は値段が高いものほど大きい傾向があります。単純につなぎ替えて聞き比べても正しい比較はできないことに注意してください。B&W のユーザーです。このチャンネルを見てポークを買って聞き比べたところ B&W の方が明らかにいい音でした。というご報告です。B&W の方が明らかにいい音に聞こえるのは値段が高くて見た目がいいからです。同じ音同士の比較では必ず値段が高くて見た目の良い方が評価されます。それとスピーカーを比べる場合は音量を揃えないといけませんが、周波数特性が違うので簡単にいきません。単純につなぎ替えて聞き比べても正しい比較はできないことに注意してください。このチャンネルを見て中華製のアンプを買いましたが、力感がありません。パンツのゴムが切れたような緩んだ音でした。というご報告です。アンプに音の違いはありません。同じもの同士の比較では値段と見た目で評価されます。中華製の安いアンプはパンツのゴムが切れたような緩んだ音に聞こえても不思議ではありません。機器選びで失敗をしないためには必ず値段と見た目が納得できるものを選ぶ必要があります。見た目が好みではないけど、このチャンネルの評価が高かったから買いました。雑誌の評価が高かったので買いましたということをすると結局見た目が気になって買い替えたくなります。タンノイの大型スピーカーを買いました。最初はツイーターのつながりが悪くてひどい音でしたが、半年鳴らし込んだらつながりが滑らかになりましたというご報告です。エイジングでツイーターのつながりが良くなることはありません。つながりが悪い感じは時間とともに薄れて気にならなくなります。これを耳の慣れと言います。耳の慣れはエイジングと誤認されやすい現象です。スピーカーのエイジングは F0 の変化です。耳でわかるくらい変わるのに5年から10年かかります。エイジングは見たり触ることでわかります。スピーカーの場合はエッジがボロボロになったり硬くなります。ヘッドホンの場合は汗や皮脂による汚れとパッドの潰れです。エイジングで音が良くなることはあまりありません。エイジングは音を出さなくても進むし、音質は大抵の場合悪くなる方向です。数ヶ月鳴らし込んだら音が良くなりましたという体験のほとんどは耳の慣れと見て間違いないでしょう。重い鉄製の電源タップを勧められました。
これにつなぐと音が良くなると言いますが、実際に効果はあるのでしょうかというご質問です。音の違いは周波数特性と歪みの違いです。電源の作りや重さはこれに影響しないので、実際の効果はありません。これは値段と見た目のイメージが全ての商品です。安物の OA タップと重い鋳鉄製の電源タップを聞き比べれば、必ず重い鋳鉄製の方がいい音に感じます。重い鋳鉄製のタップから感じる音のイメージは、時間とともに薄れていきます。このタップはイメージが薄れるまでの間、音の良さを楽しむことができるアクセサリーです。友人に10万円のケーブルを買ったら音が良くなると言われました。実際に効果はあるでしょうかというご質問です。ケーブルの影響はつなぐ機器の出力インピダンスで決まることに注意してください。例えば出力インピダンスが高いところにつないだケーブルに手を近づけるとハムが乗るし、電動歯ブラシを近づけるとノイズが乗ります。そのためシールドが必要です。出力インピダンスが低いところではハムとノイズは関係なくなってケーブル自身の抵抗が関係します。スピーカーケーブルにシールドがないのはノイズが関係しないからです。どちらのケースもメートル数百円で十分な性能です。それ以上お金をかけても効果は変わりません。10万円のケーブルで音が良くなるという話は、10万円という金額のイメージが全てです。メートル数百円の安物と10万円のケーブルを聞き比べれば、必ず10万円の方がいい音に感じるでしょう。10万円から感じるイメージは時間とともに薄れていきます。高級な見た目も次第に慣れて、最後は風景の一部になります。10万円のケーブルは10万円のイメージが薄れるまでの間、音の良さを楽しむことができるアクセサリーです。まるで機器自体が趣味のような扱いです。音楽の感動を部屋で再現するためのオーディオではなかったでしょうかというご意見です。最初はみんな音楽の感動を自分の部屋で再現したいという純粋な気持ちから始まったと思います。それがいつの間にか機器自体が趣味になるようです。機器にお金をかけるなら、そのお金でコンサートホールに行けばいいという話もありますが、オーディオに興味のある人たちは必ずしもコンサートホールの音を再現したいわけではありません。雑誌に書かれている音の体験をしたい人もいます。例えばウエスタンエレクトリックの音、マーク・レビンソンの音、マッキントッシュの音があります。雑誌でこれらの音の特徴をよく覚えてから音楽を聴くと、その音が脳内でイメージされて、雑誌に書かれた通りの音を感じることができます。コンサートホールに行く人や演奏家は普段から生の音に触れています。この人たちはそこそこの機器とそこそこの音で生の音をイメージできますから、ブランドや見た目にお金をかける必要がありません。イメージの体験には事前学習が必要です。例えば雑誌に書かれた音をイメージするためには、普段から雑誌を読んでいる必要があります。そこそこの機器で生の音をイメージするためには、普段から生の音に触れていないといけません。10万円の音が聞こえないのは耳が悪いからではないことに注意してください。雑誌に書かれた音を体験しようとすると、ある程度お金をかけないといけませんが、大金を出してしまうのは雑誌の読みすぎです。ここには歯止めが必要です。このチャンネルでは実際の音と
イメージの音を切り分けることで、オーディオ機器の価値を正しく判断するための情報を提供します。ご視聴ありがとうございました。